皆さん、こんにちは。立科プログラミング、姫野です。この動画では、いただいたコメントに対する返事をしたいと思います。内容に関してはこちらを参照ください。ざっと概要をまとめますと、この方は来年新卒でメーカーにテストエンジニアとして入社される方で、どっかの子会社に入るらしいということです。それで、テストエンジニアとして入社して、10年ほどテスト業務と開発序盤から携わる業務を行う。その10年間の期間で、そのエンジニアとして優れた経験や将来性を得られると思いますかという質問になります。結論から言うと、将来性は得られると思います。発売する製品の最初から最後まで何かしらの役割を持って携わったんであれば、それは、実績としては非常に大きいものになるかなと思いますね。仮にテスト業務だったとしても、テストをやるって私は結構重要なことだと思っていて、あれもなんか言われた通りにやるんじゃなくて、なんかバグ出しみたいな要素を求められることもあるんですけど、そういうのが上手い人とかってやっぱいるんですよ。なんかここら辺でつまずくなみたいなのが、勘のつけるのが上手い人とかいたりするんですよね。そういうのもあるので、テストっていうのは結構重要な業務かなと思ってます。それに、最初テストエンジニアとして入社するっていうことなんですけど、私も実際その技術職っていう形で入社しましたけど、最初の1年ぐらいは発売前の評価試験とかをずっとやってましたね。で、この時は、評価試験って結局どういう機械を使って何を確かめなきゃいけなくて、こういう結果が出たら、こういうふうに報告書にまとめなきゃいけないですよね。で、それで、この評価試験自体は今回のスケジュールでやるから、このボリュームに対して、このスケジュールでこなすにはどういう段取りでやっていかなきゃいけないとか、結構その評価試験も考えなきゃいけないことっていっぱいあったりするんですよ。もう言われた通りにやればいいだけなんていう感じではないので、それはそれでちゃんと、やれば身につくことはたくさんあるかなと思いますね。で、そのエンジニアとして、その10年間の中で優れた経験ができるかっていうことに関しては、正直運次第かなっていう気がしますね。会社の中って、入ればわかるんですけど、もういろんなパワーバランスの中で物事が動いてるんですよね。自分がそのどこに配属されて、どういう先輩と一緒に仕事をして、でその自分が所属している組織は会社の中で見るとどういう立ち位置なのかとかって、もう新卒の時なんてわからないじゃないですか。例えば知り合いが先輩としているとかだったらまだしも、何も知らない状態で会社に入って、そんないろんなパワーバランスがわかるわけもないので、これに関しては運次第かなっていう気がしますね。ただ、正直当たり外れはあるんですけど、その与えられた環境の中で一生懸命やるしかないっていうところじゃないですかね。なんか私も10年ほどやって、リーダーになるみたいな話は新卒当時されましたけど、実際、配属して最初は評価試験とかやって、次、既存製品のなんかちょっとマイナーチェンジのソフト書いて、で、いくつかそういうのをこなしながら、結局入社6、7年目ぐらいで、もう開発リーダーになったんですよね。なんか開発リーダーになるっていうのも、そのさっきの話、運次第なところもあるし、そこに至るまでに、エンジニアとしてその技術を磨くだけではなくて、私の意見なんですけど、他部署にいかに信頼されるかっていうのが大事かなと思っていて、結局エンジニアとして技術力が高いのは結構当たり前で、その、周りの携わる皆さんといかに前向きに仕事ができるかっていうところが大事かなと私は思いますね。なんかそういうのって結構自分が所属してる課長とかって見てたりすると思っていて、結構問題を起こすような人に開発リーダーやらせると絶対炎上するなって思いますよね。そうすると開発リーダーが炎上すると、そこに所属している課長が責任取らなきゃいけなくなったりするので、部下の問題は上司の責任みたいな、あるので、その上司も結構人を見ないと、リーダーになんか、なかなか割り当てられないと思うんですよね。なので、
ごますりをしろって言ってるんじゃなくて、真摯に自分の仕事を前向きに頑張って、周りの人たちと、協調して、その前向きにやっていくしかないっていう感じですよね。そういう中で、そのリーダーをやりませんかって言われることもあるだろうし、言われないこともある。だから、経験がどうなるかっていうのは、もう本当に運次第ですね。で、この質問の内容として10年ほどそのテスト業務と開発序盤から関わる業務をやって、なりたければ SE になっていくみたいな説明を受けたということなんですけど、これ私も入社した時されていて、結構、こんなことであれですけど、あの、いい感じの模範解答だと思うんですよね。この10年ほど経験を積めばなんとかみたいな。これなんでかっていうと、新卒で会社入った時って、大卒だとストレートに言ってれば22歳で、引卒だと24歳とかなわけじゃないですか。そこからの10年間って仕事してるだけじゃなくて、その結婚とか家買うとか車買うとか、いろんなそのライフイベントがあるわけですよね。その22から32までのその10年間って結構でかいですよ。この中で、仕事を一生懸命やってこうって多分新卒の時はなってるんですけど、10年経った時に多分その感情はもう消えてるんですよね。いろんな、さっき言ったパワーバランスに自分ももう飲み込まれてるし、なんか、うまくことが進まず、ちょっとネガティブな感じになるかもしれない。それに家庭を持って、例えば自分に子供ができたりしたら、その家庭の方が優先されて、仕事よりも、仕事で昇進するとか、キャリアを積みたいっていうよりも、波風立てずに家庭生活を大事に送りたいっていう風になる人もいるんですよ。なので、この10年経った後になりたければ SE になるっていう話で、結局優秀だったら、嫌が王にもそうなっちゃうと思うんですけど、そうなるのは本当にごく一部の人に限られると思うんで、10年やってみて SE になるかどうかも、その自分の人生次第かなっていう気がしますね。もう本当に全てを捨てて仕事だけに注力するっていう人もいれば、家庭生活を大事にするっていう人もいれば、とにかく自分の時間を大事にしたいって言って、もう仕事は仕事をもう絶対定時の間だけしか働かなくて、もう他のみんながどんなに困ろうと、もう自分はこれを働いたんで、もうあとはやりませんっていう人もいるし、いろいろいるんですよ。なので、ちょっとなんか話が脱線しかかってますけど、結局その10年の中で、いろんなことがあるんだが、結局、腐らずに、前向きに、真摯に、楽しく仕事に向き合うしかないですね。もうそれができないんであれば、もう実績積むまではちょっと我慢して、実績積んだらもう転職しちゃっていいと思うんですよ。なんか無理して働いてメンタル壊しましたとかなっても、なんか人生そんなに楽しくないじゃないですか。もうさっさと見切りをつけた方がいいと思うんですよね。なので、まとめますと、だから前向きにやるっていうところで、コメントの返事とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。